こんにちは、ゆりです。今回は旅行に行ってきた様子をお届けしたかったのですが、100% 楽しめたとは言えなくて、実はハプニング続きでした。そんなことも含めて、次の旅行で楽しめるように振り返りながら動画を作りました。皆さんはとほほな旅行経験ありますか？それではゆりのメモ始まります。美容院から帰ってきました。全体を染めてもらって丸いフォルム、札幌駅で買った洋服にユニクロのジーパンを合わせてみました。旅行前に新しいスタイルを試すのってちょっとワクワクしますよね。外はまだ明るいけど、実はもうすぐ夕方の6時です。6時までに掃除機をかけておきたくて、どんどん進めてます。旅行前はいつも家をきれいにしてから出発するようにしています。帰ってきた時にきれいな家に戻ると気分がいいし、旅行も気持ちよく楽しめる気がします。にゃーたちは掃除機の音、大きい音が苦手だと思うので、ごめんね、ちょっと我慢してねって感じで掃除してます。恋人は2日前から用事で家を空けているので、今回は一人で家を整えるのがちょっと緊張しちゃって、忘れてるところないかなとか、ちゃんとできてるかなとか、ちょこちょこ小さな不安があって、マルチタスクが得意じゃないのに、頭の中にたくさん抱え込んじゃって、今思うとちょっと張り詰めてたかも。一泊だから荷物は少ないけど、準備してから動画編集してたら、寝るのがすごく遅くなっちゃって、これがとほほ旅の原因の一つだったかも。ほんと早く寝ればよかった。5時間くらい寝たのかな。いつもより寝不足。普段ならいいけど、旅行の日くらいは早めに寝るべきだったな。でもついつい動画編集に夢中になっちゃって、いつもなら恋人がお酒飲もうとか、そろそろ切り上げようとか声をかけてくれるんだけど、一人だと止まるタイミングがなくて、旅行の前日に長時間作業するのは肩も凝っちゃうし、やっぱり良くないなって思います。冷蔵庫をきれいにしたかったけど、葉物が思ってたより残ってて、どうしようって焦りました。ちょうど恋人が電話をくれたので、冷蔵庫の中の様子や持ち物の確認をしてました。恋人は家にいない間も冷蔵庫の中身を把握して、今日はこれ食べなって言ってくれて、本当に助かってました。一人だとね、バランスがぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。朝ごはんはサラダだけでお腹いっぱい。まだ出発まで時間があるし、余裕があったら動画編集でもしようかななんて思ってたんですけど、気づいたら時間がなくなってて、キッチンも急いで片付けてました。にゃーたちは一泊だからお留守番してもらいます。
水筒に氷をパンパンに詰めて一発の準備が整いました。先日買ったスカートを履いたらちょっとほっとした感じ。予定通りに家は出られたんですけど、最後は結構焦ってました。空港に着いたらアクションカメラを回そうと思ったんですけど、家で動いてたのになぜか電源がつかなくて、なんでって感じでテンション下がっちゃいました。飛行機の座席は真ん中で、両隣のお客さんの香水や整髪料の匂いが気になって、なんとか寝てごまかそうとしたんですけど、名古屋に着いた時は気持ち悪くなっちゃってました。外で一人でお酒を飲むのに挑戦しようって思ってたんですけど、タイミングも逃しちゃいました。具合も悪いし、冴えないこと続きですが、空港から名古屋駅に移動します。気温は30度でムシムシ。電車内でも化粧品の匂いが気になって、今日はなんだか匂いに過敏だなって思いました。具合も悪いしお腹も空いたしで、駅ビルの上で休憩することにしました。ここでもね、エスカレーターで上がるたびに、化粧品やハーブ、スイーツや香水、漢方茶の試飲などもしていて、あらゆる匂いが襲ってきて、ダメージ受けちゃいました。栄養補給にひじきおにぎりを食べて、少し回復したので今夜泊まるホテルへ行きました。以前も泊まったことがあるグリーンリッジホテルです。開業して3年ちょっとなので、部屋も綺麗で快適です。大浴場でさっぱりして、飲み損ねてたお酒を飲んでみたんですけど、あまり冷えてなくてぬるくて、これもトホホでした。電車が運転見合わせで振り替え輸送になっちゃって、駅も人がいっぱいで、ライブ自体は楽しめたんですけど、頼んだレモンサワーが濃すぎて薄めてもらったんですけど残念でした。さらにタバコの匂いも気になって、ライブ後はホテルに戻って大浴場でさっぱりするつもりが混んでて入れなかったので、部屋でシャワーを浴びました。結構お腹空いてたので、夜の街に繰り出しました。繁華街までは歩いてすぐで、夜風も気持ちよくてテンション上がりました。串カツ田中に行ったんですけど、案内されるまで時間がかかったり、さらに空調が強すぎて体が冷えちゃったりで、お酒も進まなくて、もっと楽しく過ごしたかったけど、いまいちテンション上がらないままこの日は終わっちゃいました。朝は頭がすごく痛くて、恋人が気を使ってくれたのに、私の返し方で空気悪くしちゃって散々でした。私は旅行前に睡眠不足で匂いに敏感になっちゃって、体調が万全じゃなかったことを反省してて、恋人はそんな私を理解しているはずなのに、準備がもっとできたはずなのにって自分自身にイライラしてたみたいです。
とは思っとったけど、でもそれをすることによって寝る時間遅くなって体調悪くなる可能性が増えるなとか、そういうことがあるのは自分だけの問題じゃないよっていうのはもうちょっと意識してほしい。それをリアルタイムで自分が意識するのは難しいっていうところまで考えなきゃいけない。それは過集中に陥っちゃうから。だから連絡してほしいとか、6時になったら風呂入ってっていう LINE してほしいとか、そういうのを言うのよ。を相談してほしいっていうじゃん、頼りすぎかなとか。これを判断するのは俺やん。段取り上手になれとかさ、時間をもっと気にして把握できるようになれって1ミリも思ってないから。じゃあできるやつに相談しろよと思うわけ。ここ不安なんやけどどうすればいいと思うとか、この心配があるんやけど心配しすぎかなとかさ、もっとそういうの言わんと。今後のことを言ってくれてる。そう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 。でも過去を責められてる感じがしちゃって、どうしようもなくてすでに自分を責めてるから、もうちょっとこれ以上責めないでっていう風になっちゃう。まあそうだろうね。俺もこんだけ考えとって足りんのやで、もっと君も考えてくれよ。もっと自分のコンディションをコントロールするように努力しようぜ。全然やれることあったやろ。自分を守るってそうね、言ってくれる。不快な匂いまき散らして頭痛くさせたらもうそんなもん犯罪やろと思って傷つけとるやん。考えなきゃいけないんだ。考えて事前にどんだけでも策打てるんだから、改善していかなきゃいけないんや。不安があるなら我慢しないで、もっと相談して頼ってって言ってくれて、胸がいっぱいになりました。今回の旅は徒歩続きだったけど、次の旅行はもっと楽しめるように事前準備をしっかりして、もっと自分を大切にしたいと思いました。私が 100% 楽しめなかったら恋人も 100% 楽しめないし、その逆もね。もっと自分のことも恋人のことも大切にしたいって改めて思いました。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Breaking through the scars like whispers in the quiet dark from distant stars.